超探求チャンネルの世間話のコーナー。対して物事に関するコメントを述べるのがうまくもない私が、独り言感覚で様々な物事について喋るだけのシリーズです。99の内容を速攻で忘れてしまうあの校長先生の話とでも思ってください。というかゲーム動画くらいしかみんな興味ないと思うんですけどね。このチャンネルで最後に動画がアップされたのは2024年6月21日。約1ヶ月ぶりの動画です。まあ動画本数を稼ぐという目的もあります。今後左右する大事なイベントがありましたので、しばらく動画投稿を休止させてもらっていました。今後についても不透明です。さて、現在サイバー攻撃を受けて縮小営業中となったニコニコ動画。YouTube ほどではないにしろ時々覗きに来ますし、数年に1本動画を上げます。今回はニコニコ動画の騒動について取り扱いません。まだ完全に閲覧可能だった頃、このような記事が目につきました。ニコニコをご利用の皆様へ広告ブロックツール、アドブロックの使用についてのお願い。いつもニコニコをご利用いただき、ありがとうございます。ニコニコの日々の運営、開発は、プレミアム会員料金からの収益などのほか、サービス上に掲載されている広告の収益によって支えられています。広告収益はクリエイター奨励プログラムの原資にも活用しており、クリエイターの活動支援や二次創作文化の推進を目的として、ニコニコの投稿作品に奨励金の形で分配しています。しかしながら、一部のユーザーにおいて広告ブロックツール、アドブロックと呼ばれる広告を非表示にするツールが使用されていることを確認しています。広告ブロックツールによる影響。本来表示されるはずの広告が非表示にされてしまうことで、広告収益において年間1億円以上の損失が発生しており、サービスの運営、開発へ影響が生じているとともに、クリエイター奨励プログラムの奨励金を適切に分配できていない状態にあります。また、広告ブロックツールを使用することで一部機能や表示などに意図しない不具合が発生し、正常にサービスをご利用いただけない場合があることも確認しています。広告ブロックツールを使用されている方へ。ニコニコをご利用する際に広告ブロックツールを使用されている方は、広告ブロックツールの無効化、または使用している広告ブロックツールのホワイトリストにニコニコのドメイン、ニコビデオ .jp を登録いただきますようお願いいたします。ホワイトリストへの登録方法は使用されている広告ブロックツールによって異なるため、以下のような方法でご確認をお願いいたします。使用している広告ブロックツールの公式サイトでの説明。広告ブロックツール名ホワイトリスト登録方法などのキーワードでウェブ検索。広告ブロックツールの影響によりクリエイター奨励プログラムの奨励金が適切に分配されないことで、ニコニコ上で活動するクリエイターへ還元できていない状態にもつながっています。クリエイターの活動支援、二次創作文化の推進とサービスの継続的な運営、開発のため、何卒ご理解ご協力いただけますと幸いです。現在、広告ブロックツールへの対策も検討を進めています。一方で、広告ブロックツールを使用する理由として、広告の内容が不快である、不適切な広告が表示されるなどのお声があることも承知しております。ニコニコとしてもこれを重く受け止めており、問題のある広告が確認された際は即時停止するなど、適切な広告が配信されるよう取り組んでまいります。今後ともニコニコをよろしくお願いいたします。ということらしいです。確かにニコニコ動画を見ると必ず広告が1本入ります。しかし YouTube ほど広告はしつこくはありません。むしろニコニコ動画には広告があるだなんて意識しないほどにです。2本連続で広告が出る。最長30秒。動画を再生してる途中に出てくる。広告ブロックとのいたちごっこをしている。みんな広告ブロックを使いたがってる。どれもそんなことはないと思います。まあそんなに日常的にニコニコ動画を見ているわけではないっていうのもあるのかもしれませんが、それでも広告の量としては良心的です。ですから YouTube では広告ブロックを導入してもニコニコでは導入をしないんじゃないかなって思うのです。しかし YouTube の広告を流れなくするという目的のためだけに他の全てのサイトでも広告が出なくなる。それが広告ブロックという拡張機能の力です。要するに YouTube とかの広告がしつこいサイトで使うために導入はしたけど、ニコニコでは広告が出ても構わないって人が結構いるのではと自分は思います。つまりニコニコ動画は完全に被害者です。もっとも自分の推測が正しければの話ですが、YouTube のとばっちりを食らっているような気がしてならないのです。そう考えるとホワイトリストに登録してくれというニコニコの発表は正しいです。しかしそういう機能があるのか簡単にできるのかという問題があります。簡単に YouTube など目当てのサイトのみブラックリストに登録することができれば話は早いのですが、そうできないという現状もあるでしょう。個人的にニコニコは今の広告の体制について特段何かを変える必要はないと思います。むしろ適切な広告の配信への努力は素晴らしいと思います。まあ今はサイバー攻撃を受けてそれどころではないですが、今後復旧した時にちゃんと広告での収入が入るようになることを望みます。そもそもサイトの収入が減る矢印広告がひどくなるという悪循環の原因は広告ブロックを使うからなのではないでしょうか。もちろん広告ブロックだけで収入がガタ落ちすることはないと思いますが、それでもニコニコでは年間1億円以上の損失があると言っています。広告がうざいからと広告ブロッカーの拡張機能を入れる気持ちはわかりますし、あんまり大きい声では言えませんが自分もそれを使っていた時期がありました。YouTube の広告は確かにうざいです。広告だけを見に来てるようなものです。しかし無料でサービスを利用している上に広告もいないとはいかがなものでしょうか。自分は広告収入によって無料でサービスが利用できていることを再認識したため広告ブロッカーを無効にしました。そしてこの度1個検知されたため完全に消し去りました。あなたがサービスに対して利用料を支払っているというならいざ知れず、そうでもないのに広告を見ないというのは都合が良すぎるのではないでしょうか。あなたがお金をかけてホームページなりを公開し、そこに広告を入れたとします。すると、利用者は無料で閲覧ができる代わりに広告が目に入ります。その広告はサーバーの維持管理や今後の発展のために使われます。しかしそこに広告ブロッカーを導入したユーザーばかりがいたらどうでしょう。サーバーには負荷がかかり続けるのにその維持費が入ってきません。これはサービスが持続できないか、損失が大きくなることを意味します。
そうなると安物のサーバーになったり規模を縮小したり広告を増やしたり利用者からしたら解約としか思えないようなことをせざるを得なくなります。そしてそれは広告ブロックを使っている以内に関係なく連帯責任として全ての人に降りかかってきます。世の中は非常なもので、そうなったらユーザーたちは他を当たってしまい何も残らなくなるのです。これは個人運営でのものですが、大企業がやっているサービスでも本質的には同じことが言えます。広告によっていくらの収入が入るかは公表されていませんが、人が多ければ大した額になることは想像に難くありません。というわけで広告ブロッカーの拡張機能を削除し、広告が見たくないなら広告が消える有料会員にでもなってください。ちなみに YouTube の広告ブロッカー対策の仕組みですが、簡単に言うとクライアントサイトからサーバーサイトでの広告配信に切り替えるそうです。従来は広告を表示するための JavaScript を無効にすればよかったらしいですが、動画と広告がくっついて配信されるために対策が難しくなるそうです。完全に広告ブロッカーが使えなくなる雰囲気ではないようですね。それでも使用は慎むべきです。嫌いなサービスを終了させるためだけにしましょう。とはいえ、会員費はお世辞にも安いとは言えないです。月1280円、年12800円です。広告を配信させるだけで、そのお金を支払わずに済むのです。ということは長すぎて日が暮れるような広告はそれだけ大事なのではないでしょうか。営利企業のやっていることですから、当然サービスの維持だけが広告に含まれるわけではありませんがね。何か動画を再生するときしてるときに流れる広告がストレッサーにならないよう、ウィンウィンな革命を起こしてほしいものです。ここまで企業に入るお金の話ばかりしていましたが、さっきのニコニコの発表を見ると、クリエイター奨励プログラムの原資にも使われているとあります。要するに動画クリエイターの収益源にもなっているのです。投げ銭やスパチャなど、ファンが直接的にお金をクリエイターにあげることは言ってしまえばそのファンの支出となります。しかし大したファンではないけど動画を見てるという人も大勢いるわけで、そういった人たちが動画を視聴するにあたり配信される広告を見て、その収益をクリエイターに分配させることで間接的にこちらの財布を開けることなく投げ銭をしていることになります。これはこちら側に時間以外に何の損失も発生しないため非常に理にかなっているシステムなのではないでしょうか。あなたが YouTube やニコニコそのものにお金を支払わないということは、それすなわち動画制作者の収益を減らすということになります。別にそれでもいいというなら救いようがありませんが、今後も見たいコンテンツを生産してもらうためにはお金による支援を直接間接問わずやっていくことが大切です。ちなみにこのチャンネルは収益化していないので、広告が入っていてもこちらには何のプラスにもならないことを一応お伝えしておきます。YouTube が仕事という人からすれば収益が多く得られなければよそのプラットフォームに移ってしまうこともあるでしょうね。また広告ブロックにはユーザー側のセキュリティ的な問題もあります。まず広告ブロックは PC で使う場合はそういう拡張機能を導入することになります。単に広告ブロックといっても色々なところから色々なものが出ています。みんなが使っていて信頼性が高く、機能面も充実していて安全であるならいざ知れず、無名のよくわからない奴はちょっと疑いの目を持つ必要があるかもしれません。裏裏の拡張機能、要するにアドオンなわけですから、広告ブロッカーに限った話ではないにしても何かしらのリスクがあることは忘れてはいけません。拡張機能は端末の情報に対してアクセス権を要求してきます。これは通常アドオンを正しく動作させるために使われますが、情報を提供する以上悪用されることもあります。アドオンではありませんが、スマホの地図アプリあるじゃないですか。あれは言うまでもなくスマホの位置情報を取得していますが、その情報を元に地図上で自分の現在位置を表示しているわけです。他にも SNS 全般では写真動画へのアクセス権を求めてくるでしょう。許可しなければ文字しかアップロードできなくなりますからね。このように大概はちゃんとした目的に使ってくれるんですが、悪意のあるアドオンとなると話は別です。そもそも広告をブロックするアドオンなんてあまり大っぴらにはできません。だからこそ悪質なものには気をつけなければなりません。実例もあるようで悪意のあるスクリプトが隠れた広告ブロックツールが複数確認されたそうです。広告ブロッカーを装って裏で情報の抜き取りなどをしていたそうです。他にもユーザーが作成して共有した広告のリストに悪意のあるコードを仕込むことができる状態にあったことがあったそうです。ぶっちゃけ自分はセキュリティリスクに関しては他人事のような感じであんまり気にしていませんでしたが、まあ正直なところリスクを完全に排除するのは無理でしょう。ここまで広告ブロックは良くないぞ、ちゃんと金払えよという話を7分半以上かけてしたわけですが、まあ言いたいことは大体言えたかなという感じです。もうちょっと動画の尺を稼ぎたいので、おまけ程度に話題をもう1個出します。アクエストークのリュックにボイスを使って動画を作成するとき、収益化をする場合はもちろん、しないときでもライセンスの購入が必要になるってことはご存知ですかね。まさかライセンスについて全く知らずに収益化してるチャンネルなんて存在しないと思いますが、収益化をしないならどんな時にライセンスが必要になるのかについて知っておきましょう。間違いがあるかもしれないので、必ず各自で調査をお願いします。まず無料で利用できる個人ライセンスというものがあります。趣味で利用する個人が直接間接を問わず営利を目的としない場合に限るそうです。自分もメールで質問をしたことがありますが、ゲーム実況とか料理動画とか一概には判断できないけど特定の商品の宣伝になるのならライセンスを買えっていう感じでしたね。まあ一番無難なのはライセンスを購入することですが、何かの宣伝によってその対象にお金が入るような間接的なものも結構あると思うんですよね。ちなみに積んだものとかを使う場合はまた違う規約になりますからね。言いましたよ。あともう2つ気になったのが、投稿キャラを用いた政治的発言と、ゆっくり解説系チャンネルの売買の問題です。投稿プロジェクトの二次創作ガイドラインによると、二次創作物を利用し、個人の思想を発信する行為が禁止されています。過去に政治的な内容を取り上げたチャンネルの一つが、それに違反しているということで動画を削除しろという警告を受けたことがあるそうです。まあそのチャンネルは今も普通に過激なことを言いまくってるので数年以内に消えそうですが、ちなみに二次創作物とはここでは立ち絵のことを言います。これはそのままで立ち絵だけ投稿と無関係のものに差し替えてしまえばグレーゾーンの中で安全に活動できるでしょうね。結果的にイメージを損なわなければ、自分はこれまでに投稿をはじめとする各種の立ち絵を使ったことはありません。というかうまくいかないんですよね。またやってみますが、そして一時期少しだけ話題になったゆっくり解説系チャンネルの売買問題。記憶が正しければ法人がチャンネルを買って収益を上げる気らしいです。それも規約上アウトのようです。収益化が有効なチャンネルが売りに出されることはあっても、法人側が買おうと打診することはそうそうないですよね。それが複数あったということで、かなり大規模に行われていたのではないかと推察します。ちゃんとした方法で金稼げるよ。今回の動画は以上です。ご視聴